こんにちは、ずんだもんなのだ。今回はアークナイツのスズランを編むのだ。スズランはキュービの狐をモチーフとしたキャラクター。我らの光の愛称で親しまれ、実装から5年経った今でも根強い人気を誇るのだ。編み物上の課題としては、そのたくさんの尻尾の他に毛先の色変えとか服の模様とかかな。髪型のシンプルさは嬉しいポイント。三つ編みを輪っかにするやつなのだ。最初はこのスズランを編みたかったんだけど、無理ゲー要素が山盛りのため断念。難しすぎるのだ。まあスズランは普通に立ってるだけで可愛いから、今回はこんな感じで編んでみるのだ。まずは靴から。これは靴底を編んでいるところ。細編みの頭だけが紫になるようにちまちま色変えしているのだ。裏引き上げ編みを使って靴底から側面に立ち上がるのだ。布を貼り付けて靴底を平らに。ここで靴の構造をちょっと解説。靴のこの部分には穴が開いていて白タイツが見えている状態なのだ。この構造を忠実に編もうとすると編み地の厚みの分だけ段差ができてしまい変な感じになりそう。そこで今回は途中まで編んだ靴に白く色変えしたパーツを取り付けて、もう一つパーツを縫い付けて、最後に足を差し込んだら出来上がりって感じなのだ。ということで靴と白タイツの融合パーツを作るのだ。こういう編み物ならではの工夫は楽しいのだ。黒すぎて何も見えないよね。ごめんね。編み物初心者の方は黒い糸を全力で回避することをおすすめするのだ。この青い線は少し太すぎたかも。まあ細くて見えないよりマシなのだ。今回は靴の中に磁石を入れるのだ。これで鉄板の上で自立できるのだ。白タイツを編んで靴に取り付けましょう。裁縫上手先輩の力をお借りするのだ。僕愛用の接着剤は静かに廃盤になりました。悲しい。ワイヤーを入れて適当に余った毛糸を詰めておくのだ。ベルトを巻いたら靴の出来上がり。アークナイツの SD キャラは手足が大きく描かれているのだ。編みぐるみも手足が大きい方が編みやすいから今回はこのスタイルで進めるのだ。足をつなげてこのまま服を編むのだ。スズランはいつも可愛らしい服を着ているな。公式生放送でのマーガレットさんの発言なのだ。スズランは公式の 3D モデルも充実していて服の構造理解の大きな助けとなっているのだ。次はスカート部分を編むのだ。鎖編みから始めましょう。鎖編みを丸めて輪っかにするのだ。ねじれないように注意。ここでは細編みの手前半目を拾って編んでいるのだ。この編み方、名前がよくわからなくて、筋編みでいいのかな。これは後でフリルを編むときに役に立つのだ。ワイヤーを編み込んでスカートをひらひらさせるのだ。名称不明の刺繍をして縁に白いラインを入れるのだ。ツイステッドホルベインステッチなのか。何それ、かっこいい。さっきの筋編みっぽい編み目に糸をつけてフリルを編むのだ。スズランの服はところどころ焦げてるのだ。プロファイルによるとハーツの訓練中に自分で焦がしてしまったとか。毛糸を焼くわけにもいかないし、ここは刺繍で表現するのだ。このボタンホールステッチなんか間違えてそう。反省してます。見た目が良ければ構わないのだ。ありがとうございます。おてては散々悩んだ末に5本指に決めたのだ。
前回作ったワンダフルの手が良かったから丸パクリするのだ。同じパーツを量産できるのが編み物の強み。積極的に利用するのだ。ただこれに頼りすぎると新しい編み図が作れなくなる呪いにかかるのだ。もう片方のお手手はグローブをつけているのだ。なるほど、これで杖を握るのかと思いきや、スズランは素手で杖を握るのだ。誰得アークナイツ豆知識が飛び出したところでグローブ完成なのだ。と思いきや色替えが納得できないので作り直し。まだ休んじゃダメなのだ。胴体に縫い付けていくのだ。肩は肌色、服は白で色替え。スズランの服は肌にぴったり張り付いている感じなので色替えで十分表現できるのだ。ここでアークナイツで以前作った作品をご紹介するのだ。ロドス代表のアーミヤさんとみんな大好き鋼ガニ。このアーミヤさんは12センチくらい。今回のスズランはこれより少し大きくなってしまうのだ。本当は作りたいキャラがたくさんいるんだけど、服装の異常な難しさが高い壁となっているのだ。特にアークナイツで多用されてるスケスケ素材は編み物で表現するのが不可能。レジンとか使えばいいのかな。ご意見絶賛募集中なのだ。エプロンを編むのだ。これは丸いので簡単。縁取りは引き抜き編みなのだ。細編みよりも線がきれいに出るのだ。コルセット的なものを編むのだ。これ結構形が複雑なんだけど、だいたい長方形と三角形だからなんとかなるのだ。ちょっと編み地が重なりすぎて心配かも。まあいっか。服の模様を進めるのだ。編み地に直接刺繍するのだ。普段あまりやらないから立ち筋に迷いがあるのだ。ちなみに今回の編み物、当初は天人花さんを作る予定だったのだ。ただ髪の毛の表現方法に自信がなくて見送りに。またの機会に頑張るのだ。コルセットに細かい装備品を追加。ローブは形が難しいので、とりあえず紙で試作するのだ。これは結構おすすめの方法。お試しあれ。さて今回の型紙はこんな形。編み物は一筆書きに似てるのだ。とりあえず尖ってるところから編み始めて、糸を切ったり新しくつけたりしながら進むのだ。最後に縁を一周編むと見た目が綺麗になるのだ。全然一筆書きじゃないのだ。でも縁を一周編む場合、大きさを合わせるのが超大変になるのだ。頑張ってね。頑張りましょう。尻尾用の穴を確保しておくのだ。この辺の構造は設定資料集に詳しく載っているのだ。アークナイツで創作したい人はこれを持っておくとつよつよになれるのだ。縁を編むときにテクノロートを編み込んでおくのだ。編み地がふにゃふにゃするのを防止する役目。形チェック。引き抜き編みでの縁取りは裏側が綺麗に仕上がらない欠点があるのだ。仕方がないので刺繍で無理やり色を変更するのだ。他に思いつかなかったのだ。スカートと同じく焦げ跡を刺繍で表現。ここからは細かい装飾を追加していくのだ。スズランの服は今まで作った中でもかなり難しかったかも。スケスケ素材が使われていないのが救いだったのだ。結構いいんじゃない？スズランの肩に黒い刺繍をします。これはスズランが不治の病オリパシーの感染者であることを示しているのだ。
体が徐々に石に変化してやがて死に至る恐ろしい病。僕だってこんな刺繍やりたくなかったのだ。針を刺すのはかなり抵抗があったのだ。気を取り直して尻尾を作るのだ。今回は植毛して超絶ふわふわな尻尾にするのだ。植毛を見越して土台は細め。このチャンネルにもついに別視点のカメラが実装されたのだ。手元がちょっと見やすい。フェルトニードルで毛糸を固定するのだ。そしたらペットブラシでほぐしていくのだ。マスクの着用を強く推奨。部屋が毛だらけになるのだ。ニードルで形を整えたら完成。同じものを全部で9つ作るのだ。やりました。ボリュームがすごくすごい。生活に支障をきたすでかさ。頭は編みやお姉さんの編み図を微調整して使うのだ。手抜きではない。僕が調べた限りではスズランは人耳と獣耳の両方を持っているのだ。ってことで人耳をつけておくのだ。髪の毛を考えるのだ。僕の髪の毛作りの方法は2通り。これかこれ。スズランの髪の毛はサラサラした質感なので1本ずつ髪の毛を編んでいくこっちの方法が良さそうだけど、この方法は残念ながら毛先の色変えがうまくいかないことが判明したのだ。できないほどじゃないけど糸始末が無理っぽい。ってことでまとまった毛束を編んでいくこっちの方法で頑張るのだ。 SD 版のスズランをお手本に毛束をいい感じに分岐させるのだ。この作り方のメリットは髪の毛にボリュームがつけやすいこと。そしてデメリットは髪の毛のサラサラ感を演出しにくいこと。二次元キャラは毛量が多いので生半可な植毛だとボリューム不足になるのだ。この作り方だと勝手にボリュームが出るからその心配は無用なのだ。むしろボリュームが出すぎてちょっと困るのだ。まあこれはこれで可愛いよね。待ち針で仮止めして大きさを確認。ここがちょっと大きすぎかもってことで作り直し。ほとんど変わらん。全部の毛束をまとめていくのだ。どうなんだろこれ。制作中に感じる似てないかもという感情は本当に良くない。最後まで自信を持って作り続けたいのだ。後ろ髪は球体を潰したような形で割と簡単。大きさの調整だけ気を配れば OK。 うなじ周辺で二手に分岐させるのだ。ジャストフィット。真ん中をバックステッチで引き締めることで分け目っぽく見せるのだ。ひとまず頭に取り付け、獣耳を作るのだ。これがこうなってこう。獣耳があると結構似てるような気がする。目を刺繍するのだ。始めます。やりました。今回は白目部分を刺繍していないのだ。どういうわけか白目を刺繍すると失敗することが多い気がするのだ。白目不要説を提唱したいのだ。はいはい、結構かわいいじゃん。でもあまりにシンプルすぎて別に刺繍じゃなくてよくねと思うのだ。衣装の複雑さに対して顔が平面的すぎるのも気になるのだ。そこでこんな風に上の方を暗い色で刺繍してはどうだろうか。いいと思います。頑張りましょう。やりました。良くなったのかわかんないのだ。
可愛いを数値化して比較できればこのような苦しみから解放されるのだろうか。違うと思います。新しい方の目を接着したのだ。接着剤が乾くまで押さえ続けるのだ。両手が塞がるのでアニメを見たりして過ごすのだ。廃盤の接着剤の最後の仕事をご覧あれ。これからは裁縫上手先輩の時代なのだ。頑張って作った眉毛は前髪に完全に隠れて見えなくなるのだ。悲しい。だからといって最初から省略するのは少し抵抗があるのだ。前髪透過のアイデアをお持ちの方はずんだもんまでご連絡ください。ちょっと三つ編みが細すぎるのだ。単純に本数増やせば良さそうだけど、編み物的な表現を探してみるのだ。チューブ状に編んだものを糸で縛って三つ編みっぽく偽装するのだ。遠目に見れば十分三つ編みに見えるはずなのだ。近くで見てはならない。リボンは三角形2つの組み合わせ。最初は口の刺繍もするつもりだったのだ。でもなんか口をつけると違和感がすごくて、どうしようかめっちゃ悩むのだ。実は口を刺繍しない方が可愛いのでは。どっちがいいかわかんないのだ。可愛いを数値化して比較できればこのような苦しみから解放されるのだろうか。違うと思います。スズランは礼儀正しくて比較的おとなしい印象。それゆえ口をつけない方がキャラクター性が引き立つのではないかという思想のもと進めるのだ。フェルトに刺繍してサーベイランスマシンを作るのだ。これはオリパシーの診断装置みたいなもので結構大切なものなのだ。細かくて大変だけど省略できない要素だと思うのだ。首に巻きつけるのだ。最後に手も耳にフィットするインカム的なものを装着。これでスズラン本体は完成。ここからはスズランの杖を製作するのだ。スズランはこの杖から青い炎的なものを出して攻撃するのだ。エフェクトがすごく綺麗なのだ。とりあえず黒い毛糸を筒状に編んで竹串を入れておくのだ。竹串に毛糸を巻きつけるのだ。アクリル毛糸の光沢がいい感じに金属っぽくなるのだ。筒状のパーツを追加して竹串が見えないように頑張るのだ。杖の先端は複雑なデザインになっていて作るのが超大変。五光をモチーフにしているのかな。スズランの神々しさが加速していくのだ。黒い部分はワイヤー入りの編み地を適当に曲げて作るのだ。杖が細すぎて縫い付けが難しいのだ。トゲトゲ部分は編んで作るのが難しいからフェルトでなんとかするのだ。2枚のフェルトを重ね合わせて強度を高めるのだ。裁縫上手先輩、出番ですよ。裁縫上手のスティック板は平面の接着でとっても便利。ありがとうございます。廃盤の悲しみを繰り返さないためにみんなもたくさん買って応援してほしいのだ。早速作ったパーツをチェック。すぎるのだ。フェルトに頼った私が愚かでした。このチャンネルのテーマは編み物。やっぱり編んで解決するのが一番なのだ。というわけで周囲と一本取りでトゲトゲを編むのだ。頑張りましょう。目が疲れるのだ。
1時間くらい頑張ったのだ。全然進んでないのだ。冷静に考えれば刺繍糸一本取りとか現実的じゃなかったのだ。アホなのだ。反省してます。3度目の正直ということで普通に刺繍でなんとかするのだ。とりあえず型紙作って布に写すのだ。僕は濃いめのシャーペンで布に図案を直接描いているのだ。普通はチャコペーパーで転写したりするんだけど、枠に貼った後で歪んだりするのが嫌なので、この方法に落ち着いたのだ。準備はいいですか？やりました。途中で細いワイヤーを入れてあるから強度も多分大丈夫なのだ。このまま切り離すとほつれそうで怖いから裏側に布を貼り付けるのだ。裏側が刺繍じゃなくなるのはちょっと残念。まあでもこれでほつれるリスクは回避できるのだ。接着剤が乾いたら切り離すのだ。ここで刺繍本体を切ったら恐ろしいことになるのだ。白い布が見えてる部分を油性ペンで塗って自然な仕上がりにするのだ。パーツのチェック。サテンステッチの光沢が綺麗なのだ。これを機にいろんなキャラの武器を改めて確認してみたら、みんなかなり複雑なデザインになっていて、今後作っていけるかかなり不安になったのだ。これで杖も完成。頑張ったね。最後に高台を編むのだ。アークナイツはステージによって高台のデザインが変わるのだ。今回作るのはスズランが登場するストーリーオルモンドの白母の高台なのだ。この高台は四角形の四隅が削られて八角形になっているのだ。いろいろ試した結果、一番端を中長編みにして増し目するといい感じになったのだ。往復しながら編んでひたすら大きな平面を作るのだ。こういう作業は心が落ち着くから好きなのだ。折り返すときは裏コマ編みを使っているのだ。通常の往復編みだと編み地の裏表の区別がつかないんだけど、裏コマ編みを使うと裏表の区別ができる編み地を作れるのだ。慣れるまで結構大変だけど、気になる方は調べてみてはいかがだろうか。最後に縁を細編みで一周。編み地がへにゃへにゃしないようにフェルトを貼り付けるのだ。糸を切り替えて裏引き上げ編みで縁を一周。高台の縁の部分は少し高くなっているのだ。それを表現しようとしているのだ。足元のリングも作ってみたのだ。同じものをもう一枚編んで、こっちは底面と側面にするのだ。フェルトを貼って側面のへにゃへにゃ感をなくすのだ。この作業地味に大変だったのだ。スズランを自立させるための支柱を作るのだ。100均のまな板と針金を組み合わせていくのだ。靴に仕込んだ磁石で自立させる予定だったのでは？はい、その予定でしたが、尻尾が重すぎて磁石だけでは自立できなかったから諦めたのだ。はあ、すごい強力な接着剤で支柱を編み地に固定するのだ。ベタつきが半端ないから取り扱いが難しいのだ。綿の代わりにペレットを詰めるのだ。スズランを乗せても変形しない安定した高台を目指すのだ。あとは縫い合わせれば高台の完成。早速
スズランを配置するのだ。私たちならできます。はい。HP のゲージも編んでみたのだ。尻尾がふわふわでかわいいね。今回の動画はこれでおしまいなのだ。ご視聴ありがとうございましたのだ。